皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。コンパクトでスイングスピードが落ちないフォアドライブのやり方についてやりたいと思います。で、これは初心者中級者の方が対象で、やはりフォアドライブで無駄な振りを省きたい、大きな振りから小さな振りにした時に威力が落ちちゃう、スイングが鈍っちゃうという方は今日のやり方を試していただくと、フォアドライブがコンパクトになりながらも威力が維持される、威力がちゃんと確保できるドライブの打ち方、効率の良い打ち方を紹介していきたいと思います。で、今回この手順3つ踏んでいますので、かなり分かりやすくできるかなと思います。で、まず1つ目ですね。1つ目はラケットを直線移動にするっていうことです。これはまず最初に振りを皆さんコンパクトにするという効果があります。で、皆さんフォアドライブの素振りしてみてください。で、この時のフォアドライブ、このフォアドライブのラインを見てもらうと、大体の方がこう大きく振った時に三角形に近いような感じでこうドライブしていると思います。振ってその後の戻り、こうやって見てると三角形に近い動きですね。こういう動きをしている方がやっぱり多いです。で、やっぱりコンパクトなドライブを覚える上では、こう三角形に振っている大振りの振りですと、これは小さく振れないです。やはり大振りしかできない人になってしまいます。なのでどうしたらじゃあコンパクトな振りになれるかっていうと、こちらに書いてある直線の移動ですね。どういうことかと言いますと、こういう移動です。今直線です。で、三角形、直線です。三角形。もうこうやって見るとどっちがコンパクトで速い振りかっていうの分かりますよね。もうこっち直線の移動の方が明らかにコンパクトな振りで連打できるドライブになっています。もうこうやって素振りを皆さんしてもらうとすぐ分かると思います。なので今の自分の素振り、こうやってフォアドライブの結構強めにこう上回転に対して打つときにこうやってやると三角形になっている方が結構多いですので、それを直線移動にしてあげる。そうすることで自然とコンパクトなドライブが覚えれます。これ強制という意味もありますね。この直線移動だけ、この一直線、斜めの一直線ですね。この直線だけでこう移動してあげるような感じのドライブ。こうやってやると勝手にコンパクトなドライブの完成になります。もうこれだけ手順1だけでまずコンパクトなドライブというのができます。で、その後皆さんこの、素振りでもいいですし、多球練習でも一球練習でもこの直線移動のドライブを覚えてください。で、これが感覚的にちょっと慣れてきたなっていう、入るようになってきましたら、今度は手順2に行ってください。で、手順2は今度は打った反動を利用して戻るっていうことです。で、これはスイングスピードを落とさないことにつながります。で、やっぱり振りが大きい振りから小さい振りになったことで、やっぱスイングもちょっと萎縮してしまったり、やっぱ大振りしてる方がドーンとインパクトが強く出せるために、スイングがやっぱ小さい振りの方が威力が出ないっていうイメージがあります。ただそれは実はうまく体を利用することで実はこのスイングスピードを確保できます。で、それがこの打った反動を利用して戻るっていうことです。どういうことかと言いますと、この打った時に一回止まっちゃう。こうするとやはりスイングスピードが遅くなっちゃいます。打つ、止まる、打つ、でまた止めて打つ。こうやってやると一回止めてからもう一回動かすっていうのは結構エネルギーも使いますし、瞬時には動かせないんですよね。でもそれよりもこの打った勢いでそのエネルギーをそのまま利用して戻す。こういう感じです。こういう感じです。打った勢いで打ったエネルギーをそのまま逃がしてあげる。こっち下側に反動でこうやってやると気づくと、こうスイングスピードが速くなって、しかも戻りも速くなります。で、コンパクトな振りでこうやってできます。一回止めてしまうともう遅れちゃいますよね。これは遅いです。で、スイングも遅いですよね。スイングが全然強いドライブ打てません。なのでこういう反動、よくトップの選手のフォアドライブこうやって見てると綺麗ですよね。流れているような、自然に流れているようにこうやってフォアドライブの打ち合いをやっています。トップの選手はでもその勢いをうまく利用して戻してるっていう、こういうスイングをうまくやってるのですごく綺麗に見えます。この打った反動を利用して戻るっていうのをさらにこの手順2のやつを付け加えてもらえると、コンパクトな振りでスイングスピードを落とさない
っていうことにつながります。今これで手順2までで結構いい状態です。でさらに手順の3つ目ですね。3つ目が結構重要になります。で3つ目は手打ちではなく体を使って打つっていうことを心がけてください。でやっぱりドライブは手打ちではやっぱりきません。練習は手打ちでいいかもしれないですけど、やっぱ試合中は体、足腰を使わないとやっぱ安定した状態でドライブは打てませんので、なので体を使ってこう足と体、下半身上半身をうまく使って溜めて打つっていう動作をこう右足溜めて左足に持っていくような、こういうパワーの溜め方をしていただいて、で上半身は手順1と2のやり方をやってもらうと理想的なフォアドライブっていうのができるかなと思いますね。でやはりこう体でこう使って飛ばせる分大きな振りしなくていいんですよね。やっぱ体で体重なんですかね、下半身のパワーを使ってドーンとボールにエネルギーを伝えることができましたら、こう手打ちでこうやって大きな振りしなくても小さい振りで体を使ってこうやって打てばパワーが体重が乗ります。ドンドンドン。これよりもドンこうやって乗せてる方が全然やっぱドライブの勢いも違いますので、なので下半身と体を使うことがスイングを大きくしなくていいというポイントになります。コンパクトなスイングを覚える上でさらに有利な面が出てきます。123っていうやり方が多分一番簡単に試しやすい順番ですので、ぜひやってみてください。